こんにちは、ビエンです。今回の動画は京都府ドライブ旅でございます。人生初、京都の北端エリアを2泊3日で巡ります。そして本日は日本三景天橋立も観光します。東京駅からのアクセスなのでめちゃくちゃ悩みましたが、とりあえず京都駅まで新幹線で行き、そこからはレンタカーを利用し、気合で長距離運転することにしました。京都付近から車で行こうと考えている方はぜひ参考にしてみてください。からの本日は絶品すぎるお寿司をサービスしていただいたり、初めての股のぞきやシュールな乗り物が楽しすぎたり、ビーチに謎のブランコを発見したり、うますぎるラーメンに出会ってしまったり、絶品スイーツを堪能したり、朝から晩までグルメと観光を満喫しました。ぜひ最後までご覧ください。日本全国の旅行動画を配信中。チャンネル登録と高評価お願いします。おはようございます。京都に到着。いやー、今回は約2年ぶりか2年半ぶりか、もしかしたら3年ぶりかもしれませんね。今回は京都でございます。前回の京都旅行は、京都市ですね、お寺とか神社とかメインに回ったんですけど、今回は人生初のエリア、京都の最北端エリアを目指して、2泊3日でドライブ旅していきます。本日最初の目的地がここから99キロ遠い、いきなり100キロの運転です。ということで早速出発します。京都はなんか意外とね、運転が荒いみたいなの聞いたことあるんでね、ちょっと慎重に運転していきます。この時間は空いてるか。あとあれですね、やっぱ都会なんで京都出発なんでね、ちょっと歩行者とチャリ多いのが怖いね。あと路駐も多いね。路駐が多くて全然見えん。で、この真正面奥に突き当たりに見えるのが京都駅でございます。いや、今日なんかね、珍しくというか、久々の新幹線の旅行なんですけど、なんかね、人生で初めてってくらいね、新幹線が遅延したんですよね。35分遅延して、そんなことあるんだと思って。そしてこれを右折だそうですが、行ける気がしない。しかもこれさ、矢印出ないタイプね。これ行けるタイミング来る？これめっちゃ並んでる。すごい。ラーメン専門店、なんでも第一朝日、めっちゃ並んでる。朝6時からやってんの？この信号を左です。朝ラーメンみたいな感じなのかな。めちゃめちゃ並んでたね。よいしょ。いいですね。京都っぽさが出てきましたね。なんか花咲いてる。めっちゃ綺麗。これなんだろう、アジサイ、辻で、ここがこれあれじゃないのか、ライトアップしてるとこじゃない？いやー、そしてあれから10キロほど進んで、やっと高速道路の入り口が見えてきた。目的地まであと 87.8 キロ。今日はちょっとね、移動メインになっちゃうから半日観光みたいな感じではあるんですけど、道路入りやすい。 ETC GO。 こっからしばらく高速道路なんで、でも言うて2時間くらいかかりそうですね。ということで一気に北端エリアの方に向かっていきます。そしてさらに10キロほど進んで、だいぶ山の方までやってきました。京都運転するの初めてだから、なんか新鮮な雰囲気だね。このさらに10キロほど進んで南丹市に入りました。そしてあれからだいぶ進んで舞鶴市に入りました。もうノンストップでもう70キロ運転したのか。ラストスパート。やばい、めっちゃトイレ行きたい。P マークだ。一旦ちょっとここで休憩しよう。高速最後のトイレって書いてある。やばい。いやー、でも思ったよりあれですね、もうずーっとね、高速入ってちょっと下ぐらいから、50キロ以上、ずーっとこの山の風景がずーっと続いてます。とりあえず70キロ進んだのでちょっと休憩します。いやー、ここが高速最後のパーキングエリアらしいですね。いや、マジトイレ危なかった。しかもさっきずーっと喋ってたのに、まさかあれでしたね、電源オフになってて何も撮影されてなかったっていう。目的地まであと15キロ。長かった。いきなり100キロってやばいよね。本日最初の目的地は天橋立なんですけど、一旦お腹減ったのでその近くにあるお店でお寿司にします。でも本当なんか植物の色が独特だよね。
なんかめっちゃ黄緑っていうかなんか黄色っぽい。京都のね北側は人生初なんでどんな感じなんだろうな。そして宮津市に入りました。で日本三景の天橋立は宮津市にあります。来た、看板出てきました。宮津天橋立出口。長い道のりだったね。じゃあ今日の朝東京にいたとは思えない距離感。朝東京にいてで京都駅来て車乗ってでもう100キロ移動してっていう。まあでも来てしまえば意外とあっという間っていうね。まあでも超早起きして家出れば、まあ、朝東京にいたとしても昼には天橋立に来れちゃうっていうね。さあ一体いくらだ。高い。2110円。まあでもこんだけの距離高速乗ってたらまあそんぐらいするよね。そしてこれ2キロまっすぐ行くと道の駅海の京都があるそうです。ただ道の駅もレストランとかあるんですけど、今日は水曜日なのでレストランは定休日なんですよね。ということでその道の駅の近くにある、ちょっと離れた場所にあるお店でランチにします。電話で聞いたところ平日は、ゴールデンウィーク前だし全然混まないと思うので待つことはないと思いますよとは言ってたんですが、お昼なんでね言うてどうなんだろうね。まあでもこの感じ天橋立も意外と空いてんのかな。なんかめっちゃ混んでるイメージがあったんだよね。日本三景だとさ、松島もめっちゃ混んでて、松島混んでて宮島混んでてって考えると京都だからさ一番混んでそうなイメージがあるんだよね。そしてこの正面にあるのが道の駅ですね。道の駅はちょっとご飯食べたら寄ってみます。ということで到着しました。京都に来て一番最初に来たのはこちらでまず地魚をいただきますか。ということでランチの地魚おまかせ握りを注文しました。2300円でございます。地魚8貫とイワシ2貫のセットでございます。地魚の内容はイシダイ、クロダイ、ホウボウ、スズキ、ヒラマサ、サワラ、ヨヨシ、カマスだそうです。何からいこう。イワシからいくか。そしてイワシも美味しかったんですけど、このイシダイとあとクロダイも美味しかったです。ちなみにここはカウンター席が6席だけなのと予約ができないためオープン時間に合わせていくのが無難だと思います。そしてこの炙りのお寿司も最高でした。ただ平日だったらそんなに待たないかもしれません。私が着いたのが12時前くらいだったんですけど10分前後で座ることができました。いやー、宮津の地魚のお寿司最高でした。ごちそうさまです。なんとお会計後にですね、地魚美味しかったですって話してて、アジもおすすめですよって言われて、いやー単品でアジ頼めばよかったなーって話をしていたらね、じゃあせっかくなんで食べていきますかということで、まさかのお会計後にまた握ってくれてね、1貫ずつサービスしてもらいました。ということでごちそうさまです。いやうまかった。しかも最後の最後でアジの話になって、いやアジもうまいっすよって言われて、アジ食べたかったって言ったらまさかのサービスでアジをいただいてしまいました。言ってみるもんですね。からの、レストランは定休日なんですけど多分物産館はねやってると思うので道の駅に向かいます。でこれが道の駅なんですが、結構車止まってるね。じゃあこれ奥はスーパーか。道の駅にもレストランがあったんですけど本日は定休日だったので物産館だけプラッと見て次の場所に向かいました。この巨大なタケノコが印象的でした。そして今更すぎる人生初道の駅の切符を購入しました。いや記念切符ね、これ結構ちゃんとした作りになってて、裏にはこうやってね観光情報とか書いてあるんですよ。まさかの今まで行った四国とか九州で一回も買ったことないっていうね。そして腹ごしらえもしたことだし、ついに日本三景天橋立に向かいます。今んとこね交通量的にはね空いてそうなんですけど、観光バスとかあと電車ですかね、駅も近くにあるんでリフトとか登って上に行けるんですけど、そこから急にめっちゃ混んでそうだよね。そしてあと1キロ先に駐車場があって、その向かい側のもうリフト乗り場とかあるらしいですね。地域最安値、徒歩5分。そうか、駐車場がいくつかあるのか。すごい、駐車場ありますみたいなのが何か所かあるわ。でこれ有料駐車場700円、課金するしかないか。
そしてついに人生初天橋立行ってきやす。で踏切越えて天橋立ビューランド、いくらなんだろう、往復1人2000円くらいかな。到着しました。大人1人往復1000円でした。スロープカーとリフトの共通券になっております。天気にも恵まれたのでリフトで向かいます。片道6分だそうです。揺れそう。なかなかさ急上昇するタイプなの。やばい、スタート取り損ねた。なんか久々のリフトだ。おー、マジで雨じゃなくてよかったね。あ、すごい、モノレール来た。おお、やばい、ここ足つきそう。これ足つく。すごい、モノレールとコラボしてるわ。あ、すごい、天橋立見えてきた。すごい、だいぶ見えてきた。すげえ、めっちゃ高いとこまで来たよ。到着。左側に歩いてください。あ、すごい、こんなさ遊園地みたいになってんの。天橋立ビューランド、股のぞきだっけ。めちゃくちゃ混んでそう。もうすでにさ、この時点ですでに景色めっちゃいいよ。ここめっちゃいいね。すごい、ついにやってきた人生初天橋立。これで日本三景制覇だね。でもさ、股のぞきとこのさ第1個だと思ったらさ、こんな2つあんだね。あ、じゃあ3つあんの。ということで天橋立でやってみたかった股のぞきチャレンジしてみます。しかしこれ結構頭に血が上るんでね、ちょっと危なかったっすね。めっちゃ頭に血上るこれ。やばい、一瞬立ちくらみした。おお。天橋立は超ざっくり説明すると、この両サイドのね海からですね、海流に乗って流れてきた砂などが何千年もの時間をかけて堆積してできたそうです。そしてビューランドには様々なアトラクションなどがあります。まあ意外と並列だったらまあまあ意外と空いてます。でもあれだよね、降りて駅で普通に橋で渡れるんだよね。あっちまで奥まで歩いたらめっちゃ時間かかりそうだけど、この柱辺までとかだったら良さそう。結構人歩いてるわ。めっちゃ見える。そこズームすごい iPhone。なんでこんなさなみなみになったんだろうね。こんなギザギザというかなみなみというか。小学校の時こういうハサミ持ってたわ。でこれをずーっとこの橋の方まで行くと船屋。ちなみに京都旅行3日目は稲の船屋を観光します。お楽しみに。日本三景天橋立。日本三景っていうのとね、人気の観光地ってことを考えると、往復1000円って結構安いですよね。そして気になるアトラクションを見つけたので後ほど乗ってみます。この4月の 3,4 週目くらいが、基本的にはちょうどいいかもね。ある突き当たりにカフェがある。あそこにプリンあるんじゃない？でもちょっとこのジャージー牧場、やっぱジャージーって書いてあるとさ、この単語が見えただけでソフトクリーム食べたくなっちゃうね。うまっ。やっぱ買ってよかったわ。うまい。うまっ。なんか久々に観光地であれ作ったわ。天橋立プリン。天橋立プリンとソフトクリームのコーンで1050円。やばい、めっちゃ落としそう。うまい。飛流館回廊。続いて飛流館回廊を歩きます。すごい、これあれか、遊歩道になってんのか。ちょうどこのまっすぐ行った突き当たりから天橋立が見えます。こっから登るんだ。螺旋階段を登っていきます。結構高いね。3階くらいまでの高さまで登っていきます。すごい、めっちゃ登ってきた。揺れる。ちょっと揺れるよ。すごい、電車も走ってるわ。すごい、結構高い。思ったより高い位置に来たからの天橋立。こういう感じになってんだね。
ちなみに股のぞき発祥の地は笠松公園で、ここビューランドの反対側にある展望所でございます。1900年頃に展望所を設置した吉田さんという方によって広められたそうです。わ、これ怖っ。天の橋立の絶景を眺めながらね、シュールな乗り物を漕ぐというね、なんとも不思議な体験がいい思い出となりました。なんか初めて乗るわ、こういうやつ。食後の運動にもってこいだね。すごい。なんかめっちゃシュールな光景。あ、怖いカーブ。めっちゃ怖い。いや、なんか落ちないんだろうけどさ、なんか遠心力でめっちゃ落ちそうなんだよ。やばい、蜂が来た。一瞬で終わってもうた。すごい、もう楽しかった。おー、ということで堪能したので、一回下に戻りますかね。確かにここも意外と映える。はい、座って足上げてください。はい。やっぱ下りの方が怖いな。下りはこれちょっとカメラを見てる方が怖くないな。肉眼で見るとめっちゃ怖い。ありがとう。こっから海までなんか商店街みたいなのあるんじゃない？ 6 時以降ラーメン飲食の方2時間無料。橋立大丸、これ結構なんかさ汁あんだね。ちょっとうまそうだね。丹後磯料理やってないわ。2時とかで閉まっちゃうのね。すごい。なんか思ったより道めっちゃ広いね。道幅がある。歩いてお腹を減らして食べてみるか。そして商店街の奥には文殊堂がありました。日本三文殊第一の霊場だそうです。こっちが観光船乗り場で、とりあえず海沿い出ますかね。さっきの観光案内所のパンフレットだとレンタサイクルとシーカヤックもあるそうです。観光案内。今ここに行って、で橋、この奥まで行けんだ。で一番奥にまたケーブルカーとかリフトがあるんだ。笠松公園、知恵の輪。ここにも今日はやってないけど焼きカレー焼きそば。いや、カレー焼きそば気になるわ。なんかテイクアウトできればね買いたいけど、今ちょっと店で食べるほどお腹減ってないんだよな。すごい。透明度が高い。あれさ、クラゲじゃね？クラゲがいっぱいいるよ。まさかのクラゲ。さすがにこれね、一番奥まで行くと3キロ、片道50分くらいかかるらしいんでね、手前だけねプラッと見てからまた駐車場に戻ります。日本三景。日本海側といいますか、この北のね、この辺の雰囲気の方が好きかもしれん。特別名勝天橋立。しかも観光客いるっちゃいるけど、やっぱぎゅうぎゅうじゃないのがいいね。こっちの橋は青い。魚いるわ。なんだろう、全然さわかんない魚。綺麗っちゃ綺麗だね。こっちにね海藻とかが寄っちゃってあれだけど、クラゲだ。これ水クラゲかね。いいね、この風情があって。なんかちょっと離島に来た気分になるわ。なんかこの離島感があるというか、独特な雰囲気。いや、これなんかさ、日本海側の海岸線沿いドライブ旅とかしたいね。綺麗ですね。ここはなんか汽水域なのかね。すごい独特な色。さっきリフトで登ってた場所があんなに遠くに。怖っ。大天橋10月までということで、ちょっと歩いて小腹も空いたんでね、こちらのお店で知恵の餅をいただきます。こちらのくるみごまあんこの3種類の味が楽しめるものを注文しました。
料金は500円でございます。ちょっとずつね、なんか食べたいっていう時におすすめです。ということで出発します。ありがとう天橋立。いやよかったね、非常にギュッてなってるからさ、まあ、歩きでもさ行けるからよかったね。次は今夜の宿がある場所に向かいます。ここから33キロ、1時間ちょいかかるそうです。今日だけで140キロぐらい運転するのかな。ここは温泉、天橋立温泉。へえ、天橋立ホテル。あ、日帰り温泉もあってんだね。もうこの通りもすごいですね。だいぶ開けてる。ここもホテル、海の見えるレストラン。こっから京丹後方面だと道はだいぶ空いてそうっすね。まあ、ただ熊が怖いっすよね。本土なんでね。九州はね熊が出ないから、この、秘境スポットといいますかね、山の方とか人が少ないエリアに行って観光してもね、そんな怖いとかないんですけど、京丹後はね出んのかな。ご覧の通り道はまっすぐで非常に運転がしやすい。非常に運転しやすいけど、これはもう眠くなるね。ちょうど眠くなる、この時間とこの道と。そして京丹後方面行きます。そして与謝野タウンに入りました。でここ抜けたらこの次が、京丹後市ですかね。いや京丹後はねずっと行ってみたかったんですよね。この最北端エリア、明日ドライブする予定なんですけど、どんな感じか気になってたんですよ。そして人生初京丹後市に入りました。もう少しまっすぐ行くと京丹後市街だそうです。一旦ローソンでカフェラテ買っとこう。で眠気防止で。すごいね、めっちゃ広い。なんこれ、なんか独特なイラストが描かれてます。なんだろうこれ。そしてただいま312号を進んでおります。この辺が市街地っていうか、栄えてるエリアですかね。この道沿いにお店がいろいろある感じですかね。なんだ、見たことないチェーン店なんかなこれ。薬ジャパンからの山を抜けて海沿いの方に行くと今夜の宿があります。すごいなんかいい感じの街並みに入りましたね。あ、ここが市街地かな。これ右200メートルで京丹後市役所だそうです。でも市役所があるってことはこの辺が市街地だよね、おそらく。ここが中心街。街並みが綺麗。川、二級河川小西川。なんか川もあってで海もあって、いやー飯がうまそうだね。そして今走っているのは17号でございます。そう、京都だからさ、京都府なんで県道17号じゃなくて府道17号っていうのかな。初めて口にしたわ。府道で合ってんのかな。だから東京だとあれなのか、都道になるの。県道しか言ったことないからさ。北海道ってなんていうの、道道。全然考えたこともなかったわ。わー、のどかな道だね。ずーっとまっすぐ。道はねだいたいまっすぐで非常に運転がしやすいです。なんかあんまりね山道っぽい道とかなかったっすね。そういえばホテル近づいてきたので、おそらくここが一番最寄りのコンビニかと思いますので、ここで買い出ししてから向かいます。海の歌。いちご狩りいいね。いちごでかい。めちゃくちゃでかいいちご。枯れないよ、あんなでかいの。これ何これ。カニ一番。やってみようよ。お土産。これやってる？これやってないんじゃないの今日。もう終わっちゃってる。でいちご狩りは1月から6月までだから、今もやってんだ。いちごクッキーうまそう。カントリーマームみたいな。やってないですね。めちゃくちゃ巨大ないちごがある。まさにこんなところあったんだ。すごいでかいカニがいる。カニの上に乗らないでください。人生でカニに乗る機会なんかないからね。で今夜の宿はこれを右に行けば OK で、これをずっとまっすぐ行って抜けると海に出るのかな。夕日ヶ浦温泉。ここが駐車場っぽいね。よいしょ。到着。あ、いいね。久々に旅館来た。広い。すごい。そう考えるとこめっちゃ安いな。7000円切ってた気がする。
あ、すごい。テレビとかも新しいわ。なかなか良き場所でございます。お、さらにこっちにもスペースがあった。めっちゃ広いわ。めちゃめちゃ広い。あ、なんかいいね、この。なんか旅行に来た感あるね。こういう場所の方が。すごい。で歩いて、もうそこまっすぐ行ったらもう海がありますね。こっちが海になってんだ。まあ、とりあえずちょっと夜飯を探しに行きますかね。この歩いて行ける距離に鮮魚屋さんがあるので、まあもう5時半ですけど、一応6時半までやってるそうなので、まあ、見るだけ見てみます。まさかの鮮魚屋さんやってないっていう。ってことはもう選択肢はラーメンしかない。ということで鮮魚屋さんやってなかったので、ラーメン屋さんが5時半から営業とのことで早速向かいます。たまにはねラーメンもありですね。来た。あ、めっちゃ混んでる。やば。待って、めちゃめちゃ混んでるじゃん。じゃあうまいんじゃない？これちょっと期待値高いね。よいしょ。ということでこちらのココラジ亭さんでラーメンいただきます。この味噌チゲラーメンに惹かれてやってきました。ラーメンの種類が豊富で、変わり種ラーメンと醤油ラーメンと、あと塩と味噌もあります。注文の品が到着しました。味噌チゲキムチラーメンと昔ながらの中華そばでございます。こちらの中華そばが人気ナンバーワンだそうです。でも意外と辛くないかもしれない。そして注文の段階ではもう絶対このね味噌ラーメンの方がうまいだろうと思ってたんですけど、この中華そばのスープがめっちゃうまくて、いやそりゃ人気ナンバーワンになるわと思いましたね。そして餃子とチャーハンもね注文してたんですけど、これも美味しかったですね。特にチャーハンがめちゃめちゃうまかったです。いやたまにはこういうねご当地ラーメンとか食べるのもいいっすね。いや美味しかったです。ごちそうさまです。いやラーメン美味しかった。ごちそうさまです。結構昔ながらのさ中華そばが想像の10倍うまかったわ。一番人気が中華そばで、次がなんか名物の味噌チゲキムチラーメンだっけで、交互にスープを飲んだりチャーハン途中挟んだりして味変しながら食べるとめっちゃうまい。だから中華そばのねスープの後味がなんかうまかったな。後から鼻に抜けるなんか背脂の甘みというかさ、ふわってくる甘みがめっちゃうまかったな。ということでコンビニでアイスでも買いますかね。ちょっと日が沈むギリギリですが、このね旅館の近くがこんな感じでね、もう海なんですよ。すぐ海。見てください、この素晴らしい海の景色。すごい水平線が広がっております。夕日の丘だって。あ、これ道つながってないのかな。駐車禁止の看板だけで道はつながってないのかな。あ、すごいブランコあるよ。すごい、なんかすごいエモい。すごい、なんか久々にこういう海来たわ。まあサンセットはね見れませんでしたが、すごい。じゃあこの近くにここか、この有志公園にめっちゃでかい駐車場あるんで、まあ、車でこの辺まで来たけどホテルからも全然歩いてこれますね。すごい、こんなところにブランコがビーチに佇む謎のブランコ。しかもさフォトスタンドもある。ここにスマホを設置して記念撮影ができます。すごい、なんかハリーポッターみたいな雰囲気だね。なんかハリポタ感がある。なんとなく多分このランプのあれだと思うけど、もうめっちゃ独特な雰囲気だね。エモい。でもこの海散歩するのもいいね。夕方の海を。でこの駐車場の近くに浜詰夕日の丘。まさにこんなところあったんだ。すごいライトアップされてさ、この色がさ変わってんのすごいね。でここにもスマホスタンドあるわ。じゃあこれ平日だったらさこんな感じで誰もいないんでマジで穴場かもしれん。でもさっきのラーメン屋だけめっちゃ混んでたね。でも確かにあれは混むね。夕日がおるからチャンネル登録と高評価お願いします。ありがとうございます。すごい、ガンダムのマンホール、京丹後ちりめんガンダムということで戻ってきました。アイスが溶けちゃうんでね、先にアイスを食べてから温泉に入ってきます。
いや今日もいい一日だった。ご視聴ありがとうございます。北海道から沖縄まで日本全国を旅行中。チャンネル登録高評価お願いします。